こんばんは。私はもともとね、フォギーウェンズデイというチャンネルで、今のスタイルの動画を投稿していく前に、今ショート動画とか TikTok とかでよく見るような、コンビニとかチェーン店とかの新商品を買って、それを食べて感想を言う、レビューするっていう、そんな動画をね、約8ヶ月間毎日投稿していた時代があったんですね。で、その時代から見てくださっている視聴者さんが、つい先日ね、動画のコメント欄で、このようなコメントを残してくれていて、私がね、食べたいものを食べている姿が見たいって言ってくださっていて、コンビニだけでも種類はいっぱいあるし、その他にも無印良品とか、成城石井とか紀ノ国屋とか、そういうお店ごとのね、食べたいものとかおすすめなものとかを紹介する動画だったらシリーズ化できるんじゃないのかなと思ったので、今日は第1弾、じゃん、ファミリーマートで商品を購入してきました。主にね、私がよく食べているおすすめの商品と、あとはちょっとね、食べたことはないけど気になっていた新商品も購入してきたので、今日はそれを食べながら皆さんにご紹介していきたいと思います。それでは早速始めていきます。ちょっと変だけどマイクここにつけますね。まずは買ったものをざっと紹介したいと思います。でれん、アフタヌーンティーコラボの黒糖ロイヤルミルクティー192円。同じくアフタヌーンティーコラボの釜出しとろけるミルクティープリン238円。グリルチキンの炭火焼き鳥風味258円。チーズかまぼこ198円。塩バターメロンパン180円。サクホロ食感のスノーボール180円。そして最後がチョコがけマシュマロ275円。全部で7種類買ってきました。こう見るとほとんどが甘いものだ。この中で食べたことがあるのがこのグリルチキンとチーズかまぼこと塩バターメロンパンとミルクティーで、気になって買ったのがマシュマロとクッキーとプリンです。はい、それぞれちょっとずつ食べながらご紹介していきますまずはね、しょっぱいものから。私がファミリーマートの商品で一番大好きなグリルチキンの炭火焼き鳥風味。栄養成分表はこんな感じです。カロリーが112キロカロリー、タンパク質が 18.2g、脂質 1.4g。時間が遅くなっちゃった日の夜ご飯とかはこうサラダチキンとかで済ませたいなっていう日もあるんですけど、サラダチキンってやっぱりこうなんか繰り返し食べてるとサラダチキンって飽きてきちゃう。どんな味を試していてもそんな印象がねあったんだけど、ちょっとこれはサラダチキンとは違うのかな。グリルチキンって書いてある。いろいろなコンビニのねこういうチキンを試してきて、一番美味しいと思ってハマったのがこの炭火焼き鳥味でした。もうここをさ開けてワンハンドで食べれちゃうチキンなんだけど、全部食べたら多分他のものが食べられなくなるのでちょっと切ってきます。ではいただきます。中までちゃんとね味が染みてて美味しいです。パサつきもなくて柔らかい食感だし、味もねこう焼き鳥味、炭火焼き鳥味だからちょっと香ばしさもありつつ、パッとイメージするような焼き鳥のタレの味がします。醤油、みりん、酒、砂糖の味じゃあ次はチーズかまぼこを食べてみます。これも大好きな商品です。カロリーが102キロカロリー、タンパク質 7.8g、脂質 4.0g、炭水化物 8.8g。これはこうスーパーとかにも売ってるから、ファミマじゃなくてもね、見たり食べたりしたことがある方はたくさんいるんじゃないのかなと思うんですが、大好きなのこれ。
大きいかまぼこにねチーズがしっかり練り込まれてて美味しいんだ。細いチーズかまぼこが大きくなった感じ。ちょっとこれも切ってきます。いただきます。中心部分にチーズが入ってて、さらに周りにもチーズがこう散りばめられているので、どこを噛んでもねチーズの味がするの。ちょっと味をどうやって伝えればいいかわからないんだけど、柔らかい食感のかまぼこにチーズがたっぷり練り込まれたチーズかまぼこでしたお次は最近話題になっているこの塩バターメロンパン。実はね2回目なの。カロリーが384キロカロリー、タンパク質 6.0g、脂質 22.1g、炭水化物 41.0g。 SNS とかですごく私はよく見かけて、それで気になって買ったんだけど、バターの風味がしっかりある塩バターパンの上にメロンパンのクッキー生地、しっとりとしたクッキー生地がかぶせられた商品です。1回目食べた時にね、美味しかったんだけど、なんかねちょっとこう油っていう感じの印象を受けてしまって、個人的にはね1回でいいかなって思ってたんだけど、トーストしたら美味しいっていう情報をね目にしたので、今日はリベンジしたいなと思って買ってきました。ちょっと温めてきます。ちょっと分かりにくいと思うんですけど、トーストしてきました。食べてみます。いただきます。普通がどうだったかは忘れちゃったので、ちょっと食べますね。確かにこうトーストして温めることで、なんか私がその常温のまま食べてた時に感じてたちょっとこう油が強い感じが緩和されている気がして、バターが溶け出してこう全体に行き渡っているような気がして、確かにね温めるとより美味しく感じるかもしれないです。パン屋さんとかに行って塩パンとか塩バターパンがあればもう必ず買っちゃうくらい好きな種類なんだけど、塩バターパンの本来の塩っ気、しょっぱさとメロンパンのね上の生地の甘さは合わないわけがないですよね。甘じょっぱいもの大好きな身としては見逃せない商品でした塩バターパンの種類がね3種類くらい出ていて、そのメロンパンとあとハム&チーズとチョコレートもありました。では次、これも前ね一度紹介したことがあるんです、動画で。アフタヌーンティーコラボのロイヤルミルクティー、一人で美術館に行くっていう動画の中で本当に最後の最後の方に紹介というか試しに買って飲んでみていた商品です。そこからハマってね何回か買ってました。ちょっと間空いちゃったからもうないかなと思ったけど、まだあった。よかった。こちらは内容量 370g で 100g あたりのカロリーが39キロカロリー、だいたい1本144キロカロリー。いただきます。じゃん、乾杯。やっぱり美味しいです。午後の紅茶のミルクティーとかはちょっと甘すぎちゃって私はなかなかこう飲まない、選べないんですけど、その午後の紅茶のミルクティーに比べると甘さはさっぱりしているかなと思います。黒糖の風味もねほんのりと感じられて、普通のミルクティーよりも好きです。後でゆっくり飲みます。温めても美味しそうだねこれ。ではここからは食べたことのない商品パート。まずはチョコマシュマロ食べてみます。カロリーが141キロカロリーで、タンパク質 1.7g、脂質 7.1g、
炭水化物 18.8g です。無印良品とかセブンとかで冬頃に売ってるチョコマシュマロあるじゃないですか。あれは本当に大好きで、冬の間はもう常にストックがあるぐらいの状態なんですね。でもファミマのチョコマシュマロ初めて見かけた。ちょっと前からあったのかな。こんな感じでチョコレートがコーティングされているマシュマロです。何粒入ってるか見てみる？18粒入ってました。ということは1粒が 7.8 キロカロリーです。いただきます。美味しい。このね、袋にもビターチョコを味わうって書いてあるんだけど、本当に周りにコーティングされてるチョコレートがビターで、私ビターチョコ大好きなので、すごく好みです。あららら。あら、美味しいね。セブンとか無印のチョコマシュマロに比べて、マシュマロがちょっと大きめなので、チョコのね、濃さに負けない存在感があって、マシュマロもしっかり楽しめます。今ね、常温のまま食べているっていうか、常温で売っている商品なんですけど、多分ね、これ冷やして食べても美味しい気がする。周りのチョコレートが固まってパリッとしそう。こちらもね、冷蔵庫に入れて、また後でゆっくり食べたいと思います。お次はスノーボール。私スノーボール大好きなんだ。学生の頃のバレンタインとかホワイトデーとかはこのスノーボールクッキーをね、よく作っていた気がします。ファミマでスノーボール初めて見た。1袋199キロカロリー、タンパク質 2.3g、脂質 10.6g、炭水化物 24.1g。1袋に7個入っていたので、1個 28.4 キロカロリーです。このパッケージだとさ、6個ぐらいなのかなって思うでしょ？でも開けてみたら7個。なんかちょっと得な感じがしますね。500円玉ぐらいのサイズのスノーボールクッキーです。いただきます。美味しい。私が一番好きなスノーボールクッキーがカルディのね、こういう透明な四角い箱に入ってるスノーボールクッキー、冬限定で売っていたもので、でも去年とかはもう見かけなくなっちゃったから、もしかしたらもう売ってないかもしれないんだけど、それがね、暫定1位なの。暫定2位はね、ビオラルっていうところのスノーボールクッキーで、3位は声優のスノーボールクッキーなんだけど、逆に無印良品とかセブンイレブンとかで売っているスノーボールクッキーは、私のイメージするスノーボールクッキーとは違ったんですね。このファミマのものもね、どっちかっていうと無印とかセブンのものに近い食感ではあるんだけど、クッキー生地の部分にほんのり塩気を感じられて、それがすごく好きでした。美味しかったです。では最後はこのミルクティープリンを食べて終わりたいと思います。1個はね、新商品買いたいなと思ってたので、この新発売って書いてあるものの中からミルクティープリンを選びました。美味しそう。カロリーが218キロカロリー、タンパク質 4.3g、脂質 12.8g、炭水化物 21.6g。意外とカロリー高いね。こんな感じでクリームとプリン部分で2層になってます。いい香り。茶葉の香りがします。いただきます。美味しい。甘い。思ってたよりも茶葉の香りが強くて、紅茶感がしっかりあって美味しいんだけどこの上のクリーム部分にもしっかり甘さがあって、
この下のプリン部分にもしっかり甘さがあるから、合わせて食べるとちょっと甘みがね、私は強く感じちゃったかも。口どけがね、すごく滑らかなプリンですごく美味しいんだけど、もうちょっとだけね、甘さが抑えられてたら、私個人的にはより好みだったかなって思います。でも紅茶とかミルクティーが好きな方、あと甘いものが好きな方はすごく好きなタイプの商品なんじゃないのかなと思います。ファミマのプリン初めて食べたかも。美味しいんだね。ごちそうさまでした。全部一口ぐらいずつしか食べてないんだけど、また後でゆっくり食べたいと思います。何か食べようと思ってコンビニ行ってもさ、多くて3個とか一気にいろいろなものを買うっていう機会があまりなかったので、すごく楽しかったです。またいろいろなお店でこういう動画も撮っていけたらいいなと思います。皆さんのね、ファミリーマートのおすすめ商品もあれば、ぜひコメント欄で教えてください。本日も最後まで見てくださってありがとうございます。また次の水曜日の21時にこのチャンネルで待ち合わせをしましょう。それでは皆さんおやすみなさい。いい夢を。バイバーイ。コンビニでドラゴンボールのウエハースも見つけたので買ってきました。ドラゴンボール全然知らないんだけどね。こういうウエハースとか見ると買いたくなっちゃうんだよね。何が出るかな。可愛い女の子が出ますように。いくよ。じゃん。お、映ってる？じゃん。ミスター・サタン&パン。だって、でもこれ可愛い女の子かな。ミスター・サタン&パンが出ました。